さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマは初心者でも簡単、ブーケをきれいに作るたった2つのポイントということで、早速やっていきましょう。はい、ということでですね、今日もお花はおなじみユニクロフラワーさんから購入してきました。何を生けようかなと思った時にプラッとユニクロフラワー入ると、こうやって鮮度のいいお花たちが常に置いてあるので、最近はとっても重宝をしております。で、今日はですね、生け花というよりはちょっとしたブーケの作り方をご紹介していこうかなと。今日お伝えするポイントを押さえれば、初心者でもとっても簡単に、そして綺麗に飾ることができると思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。で、ブーケというとね、お花屋さんとかでも頼めば作ってもらえますし、高いイメージがあると思うんですけど、物によっては小さいものだと2000円ぐらいから作ってもらえるのかな。ですので、プレゼント用とかだとやっぱそういうお花屋さんに頼んだりした方が安牌だとは思うんですけど、自分でブーケを作ることのメリットとしては個人的には3つほどあると思っていて、まず1つ目が自分の好きなお花を選んでブーケを作ることができる。2つ目がやはりお花屋さんに頼んだ場合は作ってもらうにあたり技術費とか、人件費がかかってくるので、お花単体の値段よりちょっと上乗せしてくると言いますか、金額が高くなってくるので、自分で作った方がリーズナブルですね。そして3つ目、これがとっても魅力的なところだと思うんですけど、もう作られてるブーケってそのまんま花瓶に刺して終わりじゃないですか。でも自分で作るってなると、この生きたお花たちの葉っぱの感触とか、茎の硬さとか、あとは今日こちらユーカリになるんですけど、実際に切ったり葉っぱをむしってちょっと潰したりすると、ものすごくいい香りがしてくるんですね。とっても爽やかな香りがするんですけど、これすでに飾られてる状態だとそんなに香りは強くないんですけど、そうやってお花を自分で生けてる時にふと香ってくるその植物の香りとか、生き物に触れ合いながら綺麗な花を自分で作っていくっていうのが、私は華道人なので生け花でもそうなんですけど、とっても大きな魅力だなと思っております。ですのでぜひ今日の動画を参考に皆さんもチャレンジしていただければなと。本当に簡単なんでね。で、今日はユニクロフラワーで4袋を買ってきたので合計1320円。やはりこのサイズ感の花束を作ってもらうとなると2、3000円ぐらいはしてくると思うので、それだけでもかなりリーズナブルなんじゃないかなと。めっちゃ噛んじゃったな今。で、今日のお花はこちら。真っ赤なバラが2本と赤い実が可愛らしいヒペリカム。これ撮影してるのがクリスマス前なので、ちょっとクリスマス的なところも意識してるんですけど、こちらが白いお花が可愛らしいホワイトスター。このお花が水色をしたブルースターという種類もあるんですけど、そして最後にこちらが先ほどご紹介したユーカリですね。そんな4種類でいけていこうかなと。で、今日はもう早速大きな2つのポイントを事前にお伝えしておくと、まず1つ目、お花選びのポイントなんですけど、初心者の方におすすめなのが、まずこういった一輪が立派なタイプっていうんですかね、ポイントとなるお花と、今ご紹介したこちらヒペリカムやホワイトスターのように、私はよく脇役なんて言うんですけど、主役と脇役をなんとなく意識してお花を選んであげると良いです。これ例えばですね、バラとカーネーションとガーベラとか、結構一輪がしっかりと綺麗なお花たちを組み合わせてしまうと、出来上がったブーケというのはなんとなくボテッとした印象になっちゃうんですね。で、逆にこれはちょっと高度な見せ方としてありだとは思うんですけど、小花系だけがこうやって集まると、なんとなく華やかさに欠けるっていうんでしょうか。本当に緻密ないろんな種類の小花系を綺麗にまとめ上げると、それはそれですごく綺麗なアレンジとかブーケになると思うんですけど、初心者の方だと、今ご紹介したように主役、ポイントとなるこういった一輪タイプのお花と脇役となる小花系をこうやって合わせることで、こういったメインとなるお花を引き立たせながら、つなぎとして全体を調和してくれる、そんなバランスの取れた綺麗なブーケを作ることができるんです。ということで、まず一つ目のポイントが、主役と脇役、ポイントとそれを引き立たせる小花たちをバランスよく選んであげると良いですね。そして二つ目のポイント。これは今日はユーカリでご紹介できるかなと思うんですけど、用意したお花は臆せず大胆に使っていく。これはですね、実際に生けながらご紹介していこうかなと。ということで早速やっていきましょうか。ブーケでも生け花でも一緒なんですけど、まず最初のポイントとしては、水に浸かる葉っぱというのは事前に落とした方が良いです。これ葉っぱが水に浸かってると何が悪いかというと、水が腐りやすくなっちゃうんですね。そうすると雑菌が繁殖して、そのお水を飲んだお花というのも傷みが早くなってしまうので、事前に水に浸かる葉っぱは落としておく。で、そうなってくると、今日作るブーケのサイズ感、どのぐらいで作ろうかなというところで、まずは考えていくと良いんですけど、例えば
もう花の軸がここまでで良ければ、ちょうどこの部分で落としてあげると、下のこの葉っぱというのも後からこうやって使えるんですね。このお花の根元部分のここで切ってあげると、下のこの葉っぱというのも軸付きでまた残るので、これはこれで葉っぱとして生けることができると。ただものすごく今これ中途半端なところについてまして、ちょっとこの状態だと今日の想定だと短いんですよね。もうちょっと長さが欲しいというところで見ていくと、次にこの葉っぱが残りますかね。ですので、まずはこの葉っぱの付け根の部分で使い落としていく。で、そうするとこの下の葉っぱの部分は後からまた使えるんで。で、逆に今残ってしまった中途半端な下の部分の葉っぱ、これは花瓶に入れた時に絶対こう水の中に使ってしまう部分なので、ちょっともったいないですけど落としてしまうという感じで、こちらも見ていきましょうか。これもそうですね。今のバラと同じようにここにも綺麗に葉っぱがついてるんですけど、ここだとちょっと軸の部分短くなっちゃうので、もう一段下のここで落としていく。ただこちらはですね、下の部分に葉っぱが2枚ついてたので、これもこのまんま使えるかな。あるいはこの段差が嫌な場合は、これはまたここで落としてあげると、軸付きの葉っぱが1枚ともう1枚長い軸付きのこっちの葉っぱ2枚取れることになるので、そういう使い方もできます。で、今回のバラも水に浸かっちゃうこの葉っぱは落としてしまう。これでバラの下処理は OK。 続いてヒペリカムですね。これもちょっと事前に折れちゃってる部分とかはまず落としてきれいに整えてあげて、これもまた葉っぱがだんだんとこうやってつくので、バラと同様、まずはどのぐらいの長さで使いたいかというところで見ていきます。で、さっきのバラと同じぐらいだと、ここですかね。この葉っぱの付け根で落としていきます。で、これもバラ同様、葉っぱとしてもまた後から足せるので、一応取っておく。で、続いて、このぐらい短くなったので、水に浸かる下の葉っぱ。まずこれでいいかな。場合によってはもしかしたらこの2枚も落とすかもしれないですけど、とりあえず下はこのぐらいスッキリとさせておくと。もう1本のヒペリカムもそうやって処理をしていきます。これはこの辺ですかね。葉っぱの部分と水に浸かる葉っぱを落としたメインの花の部分、2パーツにしていくと。これもちょっと折れちゃってるか。 OK。続いてホワイトスターですね。この子はまたちょっとした特徴があって、切った切り口から白い液が出てくるんですね。これ植物乳液といって、ちょっとした毒性があると言いますか、触れた手で目とかこすると、下手するとですね、失明する可能性とかもあるので、ちょっと注意が必要なお花なんですけど、こんな感じ。下の切り口から白い液が出てるの分かりますかね。これポインセチアとかでも同じような特徴がありますね。で、ブーケの場合はなるべくお花の高さとかはこう揃えた方がいいと言いますか、何かがこう突出して高くなっちゃうと短いお花がこう隠れかねないので、なるべくですね、お花の高さというのはこう揃えていった方が、一種類一種類がこうやってとっても綺麗に見えると。で、そうなってくると、こちらのホワイトスターで難しいのが、先ほどは葉っぱだからそんなに心が痛まなかったんですけど、種類によってはこういうまだ綺麗に咲いてるお花も取ってしまわなきゃいけない時はあります。この一輪かわいそうだからっていうので、この長さで使ってしまうと、今見てもらったように上の部分まだこんだけ高さがあるので、この段階でこうやって合わせるとかなりホワイトスターが高い位置に来てしまいますよね。なのでだいたいこことこの辺りでバラが来るように高さをこう揃えていくと、結局この下の花の部分というのは水に浸かってしまう部分に当たるので、ここは心を鬼にして落としてしまうか、あるいは軸を短くして使う場合は、これもさっきの葉っぱ同様、ここで落としてあげると、このちょっとしたお花はお花でまた一パーツとしていけれそうですけど、ちょっと本当にこれは中途半端なところにあるので、今日はごめんよ、落としてしまいます。なんかコップかなんかに飾ろうかな。で、これも先ほどと同じような長さで切っていくと。こんな感じでもう一本のホワイトスターも整えていきます。これは下の方に花がついてないので、葉っぱだけむしって長さを整えて OK。 あとこうやって葉っぱを落とした軸からも植物乳液というのは出てくるので、これはですね、ティッシュかなんかで拭ってあげると良いですね。花についたりするとそれが乾いて白いなんか跡みたいになっちゃったりもするので、しばらくするとこの白い液も止まってくるので、
ざっとでテーブルにも落ちちゃってるな。小さいお子さんとかいるご家庭は特に注意ですね。この植物乳液が出てくる植物というのは結構限られてはいるので、ホワイトスター、ブルースターがちょっと注意かなと。最後にユーカリの下処理なんですけど、ここが2つ目のポイントで、ユーカリに限らずこういう植物を生けるときは大胆に使っていくっていうのが綺麗に飾るポイントになります。じゃあこういう植物って何ぞやっていうところなんですけど、これこのまんま生けるとものすごく大味ですよね。でブーケとかアレンジメントっていうのは緻密に作り込むとすごく綺麗な世界観になってくるので、こういうユーカリみたいな線の花材も大胆にまずは落としていく。今付け枝がたくさんついてるんですけど、これを一本一本にしていくイメージですね。なんとなく根元から今いっちゃってるんですけど、いい香りだな。で続いて今落とした状態だとちょっと長いので、生け花だと少し長めにふっと線を飛ばしたりすると空間に働きかけてすごく綺麗なんですけど、一般的なブーケですと少し短めにまとめていくと綺麗なので、だいたい出す長さを想定して、それより下の水に浸かりそうな葉っぱというのはまた改めて事前に落としていく。で今ダーッとやんないで途中で落としたんですけど、長いものに関してはこういう使い方もできますね。ここで一旦落としてしまうと、今落としたこの軸の部分はもちろんこのまま水つけれるので先端も綺麗なまま使えまして、で逆に今途中で落としたこの部分も下まで葉っぱついてるんですけど、ここを途中まで落としてしまえば、ちょっと短かったですけど、これはこれでまたちょっとした葉っぱとして使えますね。長いものに関してはこうやって使ってあげるといいかと思います。あとはこういう枝分かれしたものもこんな感じで、片方が短くてこっち側長いので、水に浸かる下の部分ここで取っていけようと思ってもですね、このまんまスッといけるとちょっとこの線が目立っちゃうかなというところで見ていくと、一番無難なのは長い方をまたこの根元で落としてしまって、そしたらこれはこれで短い方として使えますし、長い方は長い方でまた水に浸かる下の部分をザーッと落としていくと、こんな感じでこれはこれで1本としていけれると。そうやって一本一本を処理していく。ですので2つ目のポイント、大胆に使っていくというのは、短くしたりとかこうやって細かくしたり、あるいはこうやって葉っぱを落とすっていうのが結構最初の頃は勇気がいると思うんですけど、それを躊躇なくというか大胆にやってあげるとお花というのは綺麗に飾れるんでね。こうやってお花をきれいに飾るためのいろんなポイントやテクニック、基本的には私華道家なので生け花がメインにはなるんですけど、このチャンネルでいろいろとご紹介していますので、チャンネル登録がまだの方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。よし、こんな感じかな。せっかくなのでこれ教室にヒバがあったので、これも混ぜ込むと綺麗かなと思いまして、ヒバなんて入るとまさにクリスマスっぽくなってくるんですけど、今のユーカリ同様こういった花材もこのまんま使ってしまうとちょっと悪目立ちするというか、一本がふわっと長く入っちゃうので適当な長さで切りたいですよね。で枝なんですけど、こういうグリーンが口元にふわっと入るとアレンジとかブーケっていうのはとっても綺麗にまとまるので、例えば先端の綺麗な部分はまずこの長さで使いたいと思ったら途中で落としてしまう。でこの先端の部分は水の浸かりそうな葉っぱは全部綺麗に落として、まずこういう感じで使えると。で落としてしまった下の部分、これもですねこんな感じで綺麗にですね、さっきのバラとかヒペリカムでもやったんですけど、葉っぱのちょうど分岐の部分で綺麗にこうやって落としてあげると、これはこれでちょっとしたまた素材として使えるので、今1本だったヒバがこんな感じで2パーツとして使えると。意外となので今ご紹介した2つ目のポイント、大胆に使っていくというところで、うまいこと長さとか場所を見極めて落としていくと、たった1本からこういう3パーツ4パーツぐらい作ることができるんですね。そうすると、お花代もやっぱ節約できますし、こうやって丁寧に下処理してあげると生ける時簡単だし、より綺麗なお花が出来上がるんじゃないかなと。こ
こんな感じ。よし、そしたらあとは組んでいくだけですね。もう一回ちょっとご覧いただきましょうか。ヒバもいい香りだな。まずこちらがヒペリカムの下の方についていた葉っぱで、こちらがヒペリカムの上の部分、メインとなる実の部分ですね。2本からこういう4パーツに分けることができました。で、こちらがバラ。これも一番最初に葉っぱと花の部分に分けたので、2本からこういう4パーツになっています。葉っぱは使わなければ使わないんでいいんでね、あるに越したことはないかなと。で、ホワイトスターは下の部分葉っぱ全部落としちゃったので、先端のいい花の部分だけをこうやって残しています。で、ユーカリは先ほど1本だったんですけど、こうやって下の葉っぱの部分を丁寧に落としながら、こんな感じで作っていった結果、2、4、6、ここ7本ですね。ちょっとしたユーカリの茎が7本と、あとちょっと最後に使うかなと思って、ここにですね、長めのものを2本取っておいています。だから1本から9パーツに分かれましたね。で、ヒバも教室にあったので今下処理チャチャチャってやったんですけど、ちょっとした枝2本から4パーツに分けることができました。で、あとはもう本当に簡単なんですけど、バランスを整えていくといいですかね。例えば、同じお花がこうやって固まりながらこう組まれていくんじゃなくて、まず最初にバラを入れたら、次にヒペリカム、この葉っぱもいらないか。バラを入れたらヒペリカム、そしたらヒバをちょっと入れていこうかな。うわ、もうこれだけでなんかクリスマスらしいですね。かわいいな。ユーカリもクリスマスだしな。ユーカリもあんまりちょろっと出過ぎないように、このぐらいかな。だから水に浸かる葉っぱはもうちょい落としていきましょうか。そしてちょろっと混ぜ込む。で、続いてホワイトスター。そしたらバラの葉っぱをちょっと混ぜ込んでいこうかな。で、続いてこの辺りにヒバ。やっぱこういうグリーンが入ると綺麗ですね。で、バラとヒペリカムが最初入ったので、この辺りにちょっとまた色味を足していきましょうか。バラ、ユーカリが結構あるので、ユーカリをピロピロっと混ぜ込んでいくと。こんな感じで同じ花材が被らないようにバランスよくいけていく。ヒペリカムの葉っぱいらないですね。ヒバが今綺麗に入ってるので、もうヒペリカムの葉っぱ取っちゃいましょうか。先端の綺麗なとこだけを使っていく。ユーカリもちょろちょろっと。ホワイトスター2本目。あら綺麗。ザ・クリスマスって感じですね。で、今日は、クリスマスが近いっていうところもあって、最初にお伝えしたように若干そのクリスマス的な取り合わせを意識したんですけど、これ本当に皆さんお好きなお花で簡単にできるので、例えばもうちょっとなんかピンクとか紫系でこう柔らかくまとめていくとフェミニンな感じになりそうですし、黄色とかオレンジ系でこう組み合わせていくと、いわゆるビタミンカラーなんて言われますけど、見ててすごくこう明るい気持ちになるお花になってくれますし、そういうところがやっぱね、自分でこうやって作れるとより楽しいんじゃないかな。大して本当に難しいことはしてないんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じですね。で、最後に丁寧にやるとしたら麻紐とかで下結ぶ方も結構いると思うんですけど、私なんかはこう輪ゴムで留めちゃいますね。よっ。で、最初に長さをピタッとは揃えてないので、出てるものもあれば結構短くなってるものもあるというところで、綺麗に水につけるために最後下の長さを揃えていく。ざっくりとでいいんでね。で、よく生け花でやるのが水切りといって、下の茎の部分を水につけながらパチンパチンと切ってあげると、浸透圧の関係で茎の中に空気が入らないので花持ちがいいとされている、そんな水揚げの手法があるんですね。これを最後こうやってやってあげると丁寧ですね。組む前に事前に水切りを一本一本してあげるっていうのも手ではあるとは思うんですけど、ちょっと横着して完成したもので今一気に水切りをしてみました。ということで完成したのが
こんな感じ。これ今回バラ2輪だったんですけど、ちょっと迷ったんですよね。もう2輪ぐらいあるとより華やかかなとは思ってたんですけど、なのでその辺はもう本当に皆さんの好みというか、さじ加減というか、お財布との相談もあると思いますし、で、花屋とか今日言ったユニクロフラワーにはもっといろんな種類の花があるので、最初の一つ目のポイント、主役、ポイントとなる花とこういう脇役、それを引き立たせながらも、全体をこうつなぎとして調和させる、そんなところを意識していくと、初心者の方でもこうやってふわっと華やかなお花がいけれるんじゃないかな。で、最後にですね、器に関してなんですけど、これはもうこれさえ作っちゃえば何でもいいですね。今ここに100均の器3つ用意したんですけど、ワイングラスとかでもちょっとね、後で撮影の時に花のいい向きを考えて飾りたいんですけど、この表情いいですね。こういう感じでワイングラスでもポンと置けば飾れますし、普通に花瓶でしたら花瓶で、これも100均で売ってたものなんですけど、にポンと入れれば、花瓶の方がちょっと本格的ですかね。あとこれは六角グラス、多分なんかお酒とか飲む用のグラスなのかな。これも100均で売ってたんですけど、こういう小さい器にポンと乗せてもありなんじゃないかなと。あとガラスの器は中にビー玉とかを沈めてもちょっとおしゃれに飾れるかと思います。ということでこれでたった2つのポイントで簡単に作れるブーケが出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。